江戸時代のお弁当を作ってみた。旅人や職人は何を持って歩いていたのか。導入。彩り豊かなおかずにふっくら炊きたてのご飯。皆さんはお弁当と聞くとどんなものを思い浮かべますか？彩り豊かなおかずにふっくら炊きたてのご飯。毎日のお昼が少し楽しみになる日本ならではの食文化ですよね。でも実はお弁当の歴史はとても古く、江戸時代にはすでに多くの人々がお弁当を持って外へ出かけていました。旅をする人、畑で働く人、職人さん、そしてお花見を楽しむ家族、それぞれのお弁当には昔の人たちの知恵がたくさん詰まっていました。今日はそんな江戸時代のお弁当を実際に作りながら昔の暮らしを体験してみたいと思います。江戸時代のお弁当を作ってみた昔の暮らしに未来のヒントがある。今日は江戸時代のお弁当を作るんだね。そうなの。現代のお弁当とは少し違うんだよ。唐揚げはないの？ないの。ウインナーもないのよ。にゃ。じゃあお弁当には何を入れるの？それでは早速江戸時代のお弁当作りを始めましょう。第一章。江戸時代にもお弁当文化があった。江戸時代、お弁当は決して特別なものではありませんでした。人々はさまざまな場面でお弁当を持って出かけていたのです。街道を旅する旅人、長い道のりの途中で腰を下ろしお弁当を広げます。自然の中で食べるご飯は今も昔も格別だったことでしょう。町で働く大工や職人たち、昼休みになるとお弁当を囲んで一休み、午後からの仕事へ向けて力をつけます。春には桜の下でお花見、家族や友人とお弁当を囲み季節を楽しみました。今の私たちとあまり変わらない光景です。江戸の昔からお弁当ってあったんだね。そうなの。外で食べる楽しみは江戸時代にもあったんだよ。なんだか親近感が湧いてくるね。にゃ。では江戸時代のお弁当にはどんな料理が入っていたのでしょうか。実際に一緒に見ていきましょう。第2章。江戸時代のお弁当の中身。それでは江戸時代のお弁当を作っていきましょう。今のように冷蔵庫や保冷剤がない時代、お弁当には美味しさだけではなく傷みにくく持ち運びやすい工夫が必要でした。それじゃあ最初はおにぎりから作っていくよ。江戸時代のお弁当でもおにぎりはとても人気だったんだよ。やっぱりおにぎりは昔から定番だったんだね。そうなの。食べやすくてお腹も満たしてくれるからね。にゃ。塩には味付けだけでなく食べ物を長持ちさせる役割もありました。昔の人たちはその働きを経験から知っていたのです。これは味噌なの？そう、焼き味噌だよ。香ばしく焼くことで水分が減り保存もしやすくなるんだよ。これはご飯にも合いそうだね。とても美味しいよ。漬物もお弁当には欠かせない存在でした。塩や発酵の力によって保存性が高く、旅先でも安心して食べることができます。梅干しも入れるんだね。もちろんよ。梅干しは昔からの
とても大切な保存食なんだからね。梅の酸味のおかげでご飯ともよく合うんだよ。にゃ、焼き魚も人気のおかずでした。しっかり火を通すことで水分が減り、お弁当に入れやすくなります。派手なおかずではありませんが、一つ一つに理由がありました。豪華ではないけれど、なんだか美味しそうだね。江戸時代のお弁当は見た目よりも実用性が大切だったんだよ。第3章、冷蔵庫がない時代の知恵。では、どうして江戸時代のお弁当は傷みにくかったのでしょうか。そこには昔の人たちの知恵が詰まっていました。まずは梅干し。塩漬けにして作られる梅干しは昔から保存食として親しまれてきました。お弁当に入れることで味のアクセントにもなります。味噌もまた発酵によって作られる保存食です。焼き味噌にすることで香ばしさが増し、お弁当にもぴったりでした。魚はしっかり焼いて水分を減らす。これは美味しさだけでなく傷みにくくするための工夫でもあります。そしておにぎり。しっかり握ることで形が崩れにくくなり、持ち運びにも便利でした。シンプルだからこそ長く愛されてきたのでしょう。昔の人って本当にいろいろ考えていたんだね。便利な道具がなくても知恵を積み重ねて暮らしていたからね。その一つ一つがお弁当にも生かされていたんだよ。豪華なおかずはなくても長い旅を支え、毎日の仕事を支え、家族との楽しい時間を支えてきた江戸時代のお弁当。そこには食べ物を大切にする心と暮らしの知恵が詰まっていました。第4章、江戸時代のお弁当を持って外で食べてみる。それでは完成したお弁当を持って外へ行ってみましょう。江戸時代の人たちも旅の途中や仕事の合間、お花見や行楽のひとときにお弁当を広げていました。食べる場所が変わるだけでいつものご飯も特別な味になります。わあ、蓋を開けた瞬間から美味しそうだね。外で食べるお弁当はまた格別なんだよね。にゃ、それじゃあいただきます。シンプルなのにすごく美味しいよ。ご飯をしっかり味わえるでしょう。あまり味付けをしなくてもお米そのものの美味しさが感じられるんだよね。焼き味噌ってこんなに香ばしいんだね。あったかいご飯にもおにぎりにもすごく合うと思うよ。わあ、酸っぱい。でもこの酸っぱさが食欲をそそるんだよね。昔の人たちもきっと同じように感じていたんだろうね。風の音、鳥の声、季節の香り、自然の中で食べるお弁当には料理だけではない豊かさがあります。江戸時代の人たちもこんな景色を眺めながらお弁当を楽しんでいたのかもしれません。最終章、江戸時代のお弁当から学べること。江戸時代のお弁当はとても質素でした。豪華なおかずはありません。便利な道具もありません。それでも人々は知恵を生かし、工夫を重ねながら毎日の暮らしを支えていました。限られた食材だからこそ一つ一つを大切にしていたんだね。便利になった今だからこそ昔の暮らしから学べることがたくさんある気がするよ。にゃ、私たちはいつでも好きなものを食べられる時代に暮らしています。だからこそ一つのおにぎりを味わうこと、季節を感じながら食べること、
誰かと一緒に食卓を囲むこと、そんな何気ない時間の大切さを江戸時代のお弁当は教えてくれているように思います。便利さは暮らしを豊かにしてくれました。でも本当の豊かさとは何でしょうか。昔の人たちは限られたものの中で工夫を重ね、自然と共に暮らし、小さな幸せを見つけていました。その知恵や心は今を生きる私たちにもきっと役立つはずです。昔の暮らしに未来のヒントがある。皆さんなら江戸時代のお弁当に何を入れてみたいですか？ぜひコメントで教えてください。にゃお。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは日本の昔の暮らしを実際に体験しながら現代にも通じる知恵や魅力をお届けしています。動画が面白いと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。